皆さんこんにちは。学習通路のありかのパチです。妄想移住レポート企画の第2回となる今回は、益子町の西部を調査していきます。前回の東部とは全く違う、広い道路と整った街並み。一見すると住みやすそうですが、同じ橋町なのになぜここまで街並みが違うのでしょうか。街を歩きながらその理由を探っていきます。それでは始めましょう。小窓通りにやってきました。このシリーズでは小窓通りを境に東側を東部、西側を西部として紹介しています。なぜここで区切ったのかは空から見るとよくわかります。ご覧の通り建物の高さが全く違うんです。東部には低層アパートが密集していますが、西部には中層から高層の建物が立ち並んでいます。西部は橋町の中でも最も都会的な雰囲気を持つエリアです。しかし、ニューホランドのような超高層ビル群とは違い、オフィスビルとマンションが混在する計画的に整備された都市といった印象を受けます。では、西部の住みやすさについて見ていきましょう。実際に歩いてみると、この街の歩きやすさに驚きます。繁華街では路地が複雑に入り組んでいて、地図を見ないとすぐ迷ってしまいました。しかし西部では水木大通りと松明通りの2本の大通りが街の骨格になっているため、自分が今どこにいるのかを直感的に把握できます。遠くに見える高層ビル群はニューホランド方面、橋が見えればアノマリー管理局方面といったように、大通りに出れば方向がわかります。さらに西部は歩道の幅が広く、人とすれ違うのも楽なので、歩いていて窮屈さを感じません。そして西部には地下道も整備されています。水木駅前の大きな黒猫の像が目を引く広場に入り口があり、ここから西部の北西と南西エリアまで地上に出ることなく行き来できます。ここを通れば大きな道路を横断する際に長い信号待ちをする必要がありません。朝の通勤ラッシュでは人の流れを地下と地上に分散できて渋滞緩和につながり、雨の日でも傘を差すことなく移動できるので助かりますね。ただ、一つだけ文句を言いたくなることがあります。地下道が駅と直結していないんです。雨の日はここで一度傘を開かないといけません。そこだけは少し惜しく感じますが、それを差し引いても地下道の恩恵は大きいでしょう。西部を歩いていると広場が多いことに気づきます。空中から見るとよくわかりますが、この広場の多さも西部を特徴づける大きな要素です。広場が多いためか、高層ビルが並んでいるにもかかわらず、あまり圧迫感を感じません。近くのカフェで買ったコーヒーを片手にのんびり過ごしたり、ベンチに腰掛けて本を読んだり、木漏れ日の下で日向ぼっこも気持ちよさそうです。さらに広場ごとに雰囲気が違うので、その日の気分に合わせて過ごす場所を選べるのも西部ならではの魅力かもしれません。そして意外と見落としがちなのが防災面での役割です。広場は災害時の避難場所としても機能します。普段は何気なく通り過ぎてしまう場所ですが、いざという時には街の安全を支える重要な空間となります。景観のためだけではなく、暮らしの安心感にもつながっているのです。続いて交通環境も見てみましょう。西部は橋町の中でも特に移動しやすいエリアです。西部にはニューホランド方面へ向かう水木駅があるので、ニューホランドで働いている人にとっては便利な立地です。ここで注目したいのがバス路線です。橋町にある6つの路線のうち4つがこの西部を経由しています。西部を循環する路線はもちろん、繁華街、絵空町、二門浦方面へ向かう路線もあり、橋町のどこへ行くにもアクセスしやすい場所なんです。通勤や通学だけでなく、休日に別のエリアへ遊びに行くときにも活躍しそうですね。そして西部を語る上で忘れてはいけないのが車関連施設の充実っぷりです。車のディーラーや修理、改造ショップが集まっていて、広い道路と相まって自動車との相性は抜群です。東部では路地が狭く、基本的に車で繁華街の中心部に入ることはできませんでしたが、西部では道路そのものがゆったりと整備されています。この駐車場があるのは絵空町ですが、水木駅前には大型駐車場が整備されています。渋滞はそれなりに発生しているものの、それでも西部は橋町の中で最も車を使いやすいエリアと言えます。
こうして見ると大通りの交差点付近には鉄道の駅、バス停、大型駐車場といったあらゆる移動の拠点が凝縮されているのがわかります。公共交通機関にプラスして自動車もストレスなく活用できることが西部が持つ最大の強みなのかもしれません。一方で西部の買い物環境は東部とはかなり違います。繁華街のように密集した個人商店はなく、西部は大型店舗が中心です。特に松明通りと水木大通りが交差するエリアには人気店が集まっています。ヘテロシティで人気のお菓子ブランド、フカキャンディの大型店舗、人気ファストファッションブランドの Q3、ファストフードチェーン最大手のカジマ、さらに大型ゲームセンターの極限99もあります。フカキャンディは繁華街にも小型の店舗がありますが、Q3 やカジマに至っては繁華街にはありません。同じ橋町でも住む場所によって利用できる店には意外と差があるようです。東部が商店街の街だとすれば、西部は大型店舗の街、そんな印象を受けます。休日に買い物を楽しんだり、家族で外食をしたりするなら、西部の方が適しているように思えますね。ただし、魚屋や八百屋のような生活密着型の小型店舗は少なく、毎日の食材の買い物を地元で完結させようとすると、少し不便を感じるかもしれません。自炊派にとっては、繁華街の方が暮らしやすい面もありそうです。しかし、そんな西部にも例外があります。橋町北西部のパロット通り沿いです。このエリアに高層ビルはほとんど見られず、一軒家や低層アパートが並び、電気屋、果物屋、八百屋、肉屋といった小型商店が営業しています。繁華街ほどの規模ではありませんが、下町っぽい雰囲気が好きだけど西部に住みたい人にとっては魅力的なエリアと言えます。同じ橋町なのになぜ東部とここまで違いがあるのでしょうか。その答えは街並みに残された痕跡を見ると浮かび上がってきます。大通り沿いは高層ビルが並ぶ都会的な景色ですが、少し離れてパロット通りまで行くとイメージがガラッと変わります。特に先ほども紹介した北西のエリア、ここだけ妙に西部っぽくないんですよね。この街並みを見て何か気づきませんか？石畳、レンガ、そして狭い路地、繁華街の街並みとそっくりです。繁華街は橋町の旧市街とされていますが、この北西エリアも昔の橋町の名残なのかもしれません。つまり、西部ももともとは繁華街のような自然発生型の雑然とした街並みで、その原型が北西エリアにだけ残っているのかもしれません。では、なぜ西部だけが大きく姿を変えたのでしょうか。そのヒントが、橋町という名前の由来にあります。あやめ大橋とディカール大橋という二つの巨大な橋が交わる場所だから橋町でしたね。このような交通の要衝には、人や物が集まりやすくなります。結果としてそこに店ができ、住宅が増え、街は発展していきます。しかし、繁華街のような細い路地の街では、増え続ける交通量はさばけません。多くの住民が暮らせる住宅や災害にも強い街を作る必要があります。だからこそ、整備しやすい平地だった西部を中心に再開発が進んだのかもしれません。その結果が今の西部です。北西のエリアは周囲より高い場所にあり、整備が難しい地形のため、再開発の波から外れ、昔の姿がそのまま残ったと推測できます。これらのことから西部の住みやすさの理由も見えてきます。増えた交通量には広い道路で対応し、地下道で人の流れを分散させ、整備された大通り沿いに大型店舗を作る。さらに、現実の再開発でも高層ビルと広場はセットで整備されることがあります。この広場も街の開発とともに生まれた空間なのかもしれません。こうしてみると、西部の住みやすさは偶然ではなく、橋町が発展していく中で積み重ねられた結果なのです。東部が橋町の過去を残す町だとすれば、西部は橋町の発展を象徴する町です。ここまで西部を見てきました。東部の繁華街が住むほどに愛着が育つ町なのに対して、西部は最初から快適に暮らせる町です。では、この町はどんな人に向いているのでしょうか。まず、仕事中心で生活を組み立てたい人には相性抜群です。水木駅周辺の強力な交通網、地下道の快適さ、広い歩道、通勤ストレスが少ない町は、それだけで生活の質が上がります。次に、車を持っている人、
東部では路地が狭くて車を持つメリットが薄いですが、西部は道路も駐車場も広く、車関連の店まで揃っています。車があれば、この街の便利さは一段とアップします。そして子育て世帯にも向いています。広場は子供の遊び場にもなり、坂や狭い路地が少ないので、ベビーカーでもスイスイ移動できます。しかしその分、住宅にコストがかかるかもしれません。東部の繁華街が地価の安さというメリットを持っていたのに対し、西部は快適さと引き換えにある程度の出費を覚悟する必要がありそうです。西部に存在するレジスイデンの内装を見ると、コンシェルジュ付きで1階にはバーまであります。少なくとも低所得者向けの住宅には見えません。西部の住宅水準そのものが、橋町の中では比較的高めに設定されている可能性があります。また、商店街の暖かさや個人店との距離の近さを求める人には、西部は少し物足りなく感じるかもしれません。東部は人との距離が近い下町型で、西部は快適さを重視した都会型。皆さんはどちらの街が好きですか？今回は東部の繁華街とは全く違う顔を持つ西部の街を見てみました。便利で洗練された街の裏側には、橋町が発展してきた歴史がありました。次回はいよいよ橋町最後のエリア、北部を見ていきます。東部や西部とは全く違う静かな高級住宅街です。そしてなぜ橋町が住みたい街ナンバーワンに選ばれているのかについて改めて考えてみたいと思います。このチャンネルでは今後もゲームのお役立ち情報をアップしていきますので、よければチャンネル登録と高評価、そしてハイプをよろしくお願いします。X では動画以外にも色々とつぶやいていきますので、ぜひ概要欄からフォローしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。